か申し訳ないけど焦げの匂いが。おはこんばんは。It's Say on the Brand で今日は引っ越してから初めての料理動画初めてなんかちゃんと言ったじゃん。そうだね、一緒にかぶって言ったね。そうで今日は何を作るかっていうと、なんと肉まんを作ってみようと思います。一からそうなんか家にホットケーキミックスがまず余ってて、でそれを何かに使えないかなと思って、で自分たちあんましねホットケーキ朝食べたりとかしないからなんか捨てるのもったいないと思ってなんかに使いたくてちょっと調べました、そしたらなんとホットケーキミックスを使って肉まんの生地が作れるってことだったので、今回は肉まんの生地をそれで作って中身の材料も作って肉まんを作っていきたいと思います。で今日使うレシピは下の概要欄の方にクックパッドをね使ってやってるので下の方に載っけとくので、気になる人は見てみてください。ってことでじゃあ早速作っていくんですけども、今回私一人で作っていくのでブレンちゃんはお願いいたします。ブレンはロードトリップの動画をね字幕とかしなきゃいけないので、ということでじゃあ早速今日使っていくものをねまず紹介します。で今回はできたら2種類の肉まんを作りたくて、1つは普通の豚肉まんで、もう一つピザまんを作ってみたいなと思って、ピザまんはチーズとケチャップを使って、簡単に作ってみようかなと思ってます。チーズとケチャップとお肉も入れていいよね、ピザまんやってみます。それは完全にオリジナルなのでどうなるか分かりません。必要なものはもうね読み上げちゃうわ。ホットケーキミックス、水、サラダオイル、豚ひき肉、ネギ、ごま油、あとトーチジャン、片栗粉、塩になります。レシピだと白菜も入ってたんですけど、今回白菜は抜きにしました。で撮影する前に一応生地は最初に作っておいたんです。ホットケーキミックスと水とサラダオイルをちょっと入れて作りました。でこのクックパッドの分量でやるとちょっとネチョネチョになったので、水加減は自分で調整した方がいいと思いました。丸めてうまくできるかな。なんか生地がねちょっと心配なんだよね。生地はこんな感じで3つ作ってみました。とりあえずこれからちょっと具を作っていきます。材料をボウルに入れて粘り気が出るまでよく混ぜる。レシピは豚肉 80g って書いてあるんですけど、今回はたくさん使っていきたいと思います。肉とこれはトーチジャンとお塩が入ってます。と片栗粉、あとごま油、これも適当。このぐらい、もうちょっとかな。ごま油美味しいからね。とネギも入れる。こんな感じで全部入りましたので混ぜていきます。もういい匂いだわ。このトーチジャンやっぱり買ってよかったかも。この匂いだけでも。このエプロンはねブレンのねおばあちゃんが自分の誕生日の時に買ってくれました。でも最近料理してるって分かってくれてたから買ってくれたみたいです。Mr. Good Looking is Cooking です。かっこいい人が料理してるみたいな感じらしい。イケメン料理ありがとうございますって感じ。さあこの後包む作業なんだけど、なんかあんまし具をね乗っけすぎちゃうと閉まんないみたいなんで、入り口がっていうかこの口がね閉まんないみたいなんで、ちょっとちっちゃめにしていきます。なんかネットで見たんだけどね、こうやってなんかお花みたい、バラみたいになっちゃった。ちょっとねこれ生地がまだねっちょりしてんだよね。失敗かも。でもねとりあえずこうやって包んで蒸していきたいと思います。もう初めてなので失敗しても
いいよね。失敗してもお許しくださいブレンさん。はいはい。大丈夫だよ。ホットケーキミックスじゃなくてちゃんとしたやつで作った方がいいかもね、やっぱり。くっついちゃうほら。やばい。これはまあまあだね。蒸したらでもね。そう蒸したらね、なんか倍ぐらいに大きくなるらしいから、それでやってみるけど。あら、これいいんじゃない？ちょっとなんか周り汚いけど、巻き方は一番これが綺麗にできた気がします。作ってみるか。今度は蒸していきます。でもうこれあらかじめちょっと用意しちゃったんですけど、うち蒸し器がないのでこんな感じで準備しました。アルミホイルをフライパンの形に丸めて、これをポンって置いて、このキッチンペーパーを下に敷きます。なんか下にねくっついちゃうみたいなんで、これを敷いた方がいいって書いてありました。でこの肉まんはホットケーキミックスとか使ってるので、蒸してるとふっくら膨らむらしいんで、いっぱい詰めすぎちゃうとお互いくっついちゃうみたいなんで、こうやって、大体3つか2つぐらいをやっていくのがいいらしいです。水がね2センチぐらい下になるように入れるみたい、蒸すように。じゃあ水入れてきます。この下にね入れてきます。これ先にね、そういえば沸騰させて一回火を止めて、これを乗っけてやるんでした。沸騰させなきゃ。はい、お湯が沸騰したので火を一回止めます。よいしょ。でこの上にさっき用意したこれを乗っけます。じゃあ早速乗っけてきますね。自分的にはこれが一番形的にも大きさ的にもよくできた。で2番目のやつで、これが一番最初に作ったやつ、ちょっとちっちゃくてぐちゃってしちゃったけど、これを今から中火で15分間蒸してどうなるか見ていきたいと思います。頼みます。お願いします。中火、蓋をする。はい、15分経ったので開けてみたいと思います。よいしょ。おお、どうかな。中身をちょっと見てみよう。多分大丈夫だと思うんですけど、色が黄色くなった。ね、ちょっとブレン食べてもらおうかな、先に。いいの？うん。うまくできてるか。何で食べる？手で食べる？うん。食べてみるよ。食べてみて。よいしょ。なんかね、ホットケーキのさ、甘い匂いがするよね。そうする。それがいいのか悪いのかわからん。甘い。生地は？甘い。食感は？食感はなんかもちもち。もちもち。うんうん。うまいじゃん。美味しい？美味しい美味しい。本当？食べてはい。熱いけど。うん。中身うまい。なんかさ、アメリカのマックにあるさ、ハニーが好きなさ、その朝ごはんのちょっと甘いやつある。そうね。パンが甘いやつ。なんかそれとなんか中華が混ざってるんだ。中身美味しいね。美味しい。全部美味しい。一緒に食べると美味しい。よかった。なんか見た目はすごいけど、なんか美味しいこれ。美味しそうでしょ？ピザもやる。ピザこれやばいんだよね。ちょっと見せれるかな。まあじゃあとりあえずピザマンもやっていきます。これだけすごくよくできたから、こいつに期待です。はい、じゃあピザの方ももう15分ぐらい経ったので開けていきます。見てこれがくっついちゃって取れなくなっちゃったから、で中身の肉団子だけしか取れなかった。
残念、ちょっと火が強かったかも今回焦げてる匂いがするね。でもさ、焼け水入れてなかったわ。2回目。じゃああ火が通ってるかな。通ってそうだけどね。ピザマンです、それ一応。ブレンちゃんやばいじゃん今回は。焦げてんじゃん。下が焦げてる、最悪。焦げちゃった。上の部分だけ食べればいいよ。なんか申し訳ないけど焦げの匂いが。そうだよね。上だけ上だけ。チーズのやつ超美味しそうと思ったのに、でもちょっとこれはセゴのせいじゃないよ。なんかそのパンケーキの生地があまり合わないかもしれない。ああ本当。ピザマンには学ぶよ、失敗からそっか。でもすごいよハニー。でそういうのなんか作ろうと思ってなんかちゃんと作ってるのってすごいじゃん。ありがとう。動画撮ってんの忘れてた。ハニーのいいコメント入っちゃったじゃん。よかったじゃん。はい、最後のやつが出来上がりました。やる気ゼロって感じじゃない？もうただなんか蒸した団子じゃんって感じだけど。だってほら閉じてないからさ、肉汁も中に収まりきらず外に溢れ出てきてるから、もう中身だけ食べたらいいんじゃない？食べるわ。肉団子うまっ。はい。熱い？本当。みんなはどう思うかなわかんないけど、よくね、なんかコンビニでさ、なんか肉まん1個と、なんかおにぎり1個を買って、あとなんかコーヒーか何か買って、よく朝ごはんにしてたけど、美味しいよ。あったかくて。作り終わって食べ終わりましたけど、どうでしたでしょうか？いいんじゃない？よかった？だって美味しかったもん。最初のやつがね、まあだって焦げちゃったもん。そうそれはなんかでもね、結構この料理番組でこちらの番組は結構でもこの料理動画をしてなんかこんぐらい失敗したのってすごい久々な気がする。昔の動画で、いやいやそんな失敗してないから。でも昔の動画でブレンになんか料理を振る舞いたいっていう動画を作ったの覚えてる？ナス。あの時に、ね、そう火がブワーってなって焦がしちゃったんだけど。あの時の方がやばかったじゃん。でもかな。今回のねレシピはそのホットケーキミックスを使ったやつで、なんかホットケーキミックス使っていいのは生地自体がもうすでに甘いから、それがすごくなんか美味しいと思う人も多分いると思う。でなんか自分も好きだったし、ブレンもねそれ美味しいって言ってたからそれ好きだと思うけど、水と粉の分量がやっぱりそのホットケーキミックスのブランドによって変わってきちゃうから、そこが何とも言えない。それだったら多分普通に小麦粉使ってやった方がリスクは少ないかなと思いました。多分ちゃんとやってる人はね、ホットケーキミックスでもすごく美味しい肉まんができると思います。そうだね。でもめっちゃ美味しかったよ。よかった。ブレンがまあ美味しいって言ってくれるからよかったけど。だってまた食べたいと思ったもん。あ、本当？だって美味しかったもん。まあ今度作るときは小麦粉でトライしてみたいと思う。生地をしっかりねやって、そしたらもっとねいいのができると思うから挑戦してみます。だからみんなも作りたいと思ったらぜひやってみてはどうでしょうか。はい、ってことでこっちに引っ越してきて初めての料理動画はこんな感じになりましたけども、これからもいろいろ動画をアップしていくのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ってことでこの動画面白いと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録の方お願いします。あとは概要欄の SNS とブログのチェックお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。